大衆心理から考える。なぜダウに従うのは有効なのか？ FX でダウ理論は有名ですよね。この理論はトレードにおける基礎ですが、精度の高いトレードをするにはとても有効です。今回はダウ理論がなぜトレードに有効なのかを解説していきます。ダウ理論を大衆心理の観点から解説します。トレードで勝率が高く、利益が大きく狙えるのはトレンドに沿ったトレードになります。トレンドはフレンドなんてことがよく言われますよね。そして、トレンドを判別する基準がダウ理論になっています。例えば、ダウ理論上では上昇トレンドの場合、高値と安値を切り上げた状態になります。そして、下落トレンドの場合は、高値と安値が切り下がった状態になります。では、このダウ理論ができる過程で、どんな大衆心理が働くのかを考えてみましょう。まず、トレンドが発生したと大衆が考えるのは、高値と安値を切り上げた時と切り下げた時になります。こうなると相場参加者は、トレンドに沿ったトレードをしてくるので、上昇トレンドなら買い、下落トレンドなら売りといったように戦略を立ててきます。ただ、トレンドが発生したとはいえ、すぐに買ったり、売ったりをするわけではありません。やはり、できる限りいいレートでエントリーしたいと思いますよね。そうなると、多くの相場参加者はどこでエントリーをしてくるのかということになるのですが、それが緑丸になります。まず、緑丸の左側にある高値や安値というのは、相場参加者に意識される場所なので、戻り売りや買いの利食い、押し目買いや売りの利食いが入りやすい場所になります。だから、本来は赤ラインから下落、もしくは上昇してもいいはずです。ただ、赤ラインで反転せずに、そのまま抜けてしまうと、直近高値や安値で戻り売りや押し目買いをした人たちは、やばい、損が広がっちゃうと焦って損切りをしてくるので、一気に上昇または下落をしていきます。こうなると、トレンドが継続していると判断されて、高値や安値を抜けた場所というのは、今度はサポートやレジスタンスとして機能しやすくなります。つまりサポレジ転換が起きます。このことを大衆は知っているので、緑丸で買いや売りが入りやすいのです。そして、この流れが続く限り、上昇や下落をし続けるので、ダウ理論の流れに沿ったトレードは、勝率が高く、利益も大きく取りやすいのです。このようにして、ダウ理論も大衆心理は働いています。ちなみに、このダウ理論が崩れると、そこからトレンド転換が発生して、上昇トレンドから下落トレンドへ、下落トレンドから上昇トレンドへといったように流れが転換していくので、その流れに沿ったトレードをすると勝ちやすくなります。ダウ理論と聞くと、高値と安値切り上げ、高値と安値切り下げといった感じで単純に説明がされていて、それで理論は完成しています。これはこれで特に問題ないのですが、大衆心理の観点から考えてみると、ダウ理論はどんなもので、なぜトレードに効果的なのかといったことが、より頭に入りやすいと思います。そしてこのことが、チャートができる理由をより深く理解させてくれるので、トレード精度も上げることができます。実際のチャートでも見てみましょう。ダウ理論を大衆心理の観点から理解できたところで、実際のチャートでも見てみましょう。例えば、今現在のチャートが次のようになっていたとしましょう。強めの下落から反転し始めて、ここから上昇していく。それとも、まだ下落するなんていう、ちょっと曖昧な状態ですよね。ではここから、少しチャートを進めてみたところ、次のような動きになりました。直近の高値を超えてきましたね。しかもこの動きによって、高値と安値を切り上げました。ということは、上昇トレンドが発生したことになります。よって、相場参加者の目線も上昇トレンドになったので、トレードをするなら買いがセオリーです。そして、ここから買いを狙うなら、前回の高値までレートが戻ってきて、そこで反発し始めたらです。まず、赤ラインを抜けた時には、売っていた人たちの損切りが出たのですが、実は売っていた人たちが全て損切りしたわけではありません。中には、損切りが悔しくてできずに、含み損で捕まっている人もいます。そして、この人たちが考えることが、やばい、捕まった、なんとか売った場所まで戻ってきてくれ、ということです。ここからさらにチャートを進めてみると、次のようになりました。
レートが前回の高値まで戻ってきましたよね。こうなると、損切りができずに捕まっていた人たちは、戻ってきた、神様ありがとうなんて思って、利益がプラスマイナスゼロで決済をしてきます。この時にポイントなのは、売りを決済するときは買い戻しになるので、これが上昇のパワーになります。さらにこれに加えて、上昇トレンドが派生したことで、買いを狙っていた人たちも、レジサポ転換の法則を利用して買いを入れてきます。これがさらなる上昇のパワーになります。よって、損切りできずに捕まっていた売りの決済、新規の買いエントリー、この2つの買いパワーによって、レートが上昇していくのです。実際にこの後のチャートを見ると、次のように動きました。あとは、ここまで説明してきたことがひたすら繰り返されていき、上昇トレンドは継続していきます。このように、実際のチャートでもダウ理論に沿って動いていますよね。ダウ理論はトレードをする上で基本的な事柄ですが、とても重要な知識でもあります。そのため、大衆心理を考えながら、ダウ理論に沿ってトレードをすることは大きな武器になります。あとは、このダウ理論をベースに、水平線、移動平均線、フィボナッチといったテクニカルも加えたりと、自分がやりやすい方法でトレードをしていけば、安定した結果を出せるようになります。ですから、まずはダウ理論を常に意識して、トレンドの把握を正しくできるようにしましょう。そうすれば、変なトレードをして損をすることを避けることができますので。まとめ。今回は、ダウ理論について、大衆心理から考えてみました。大衆心理を考えれば、なぜダウ理論は有効なのかといったことがわかると思います。基本的に、チャート上の動きは、ほとんどが大衆心理で説明できます。そのため、大衆心理を読めるようになれば、トレードの精度が上がり、より安定した結果を出せるようになるでしょう。もし、大衆心理について、もっと詳しく学びたい場合は、まずはこの動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。